こんにちは。入館中1年目、夢宣告サイトにしなきゃしないみーぽぽです。はい。今日はよく聞かれるご質問。結局、みーぽぽさんってがん治ったんっていうよく聞かれることに質問形式で答えていこうかなと思います。はい。じゃあ早速答えていきます。そもそも、がんが治るっていう定義の話になっちゃうんだけど、がんって手術とかした後に5年とか10年何もなくて、やっと治ったって言えるもんなんですね。だから、私ってまだ治療始めて今3年目なんですけど、まず治ったなんてそもそも言えない状態です。そういう意味で。で、私の今の体の状態の説明がめっちゃ難しいんです、正直。なんでかっていうことを最初に大前提でお話ししておきます。なんでかって言ったら、私、約3年前に、余命宣告されて、こんな状態で、約2ヶ月の余命宣告だったんですけど、もう今日明日の命が危ないっていう状態で、もういつ死んでもおかしくないっていう状態だったんです、当時。なので、詳しくは行動化見ていただきたいんですけど、全身骨転移だし、肺とかにも転移してたりとか、腫瘍はこんな風に鼻先が飛び出てて、もう出血もすごいしとか、そんな状態まで行った時点で、まずお医者さんは、もう、この状態から回復っていうことがありえない。そもそもないって見てたんですね。で、私はって言うとそうは思ってないですよ。私はもう絶対回復するってそれでも言ってたんですけど、お医者さんからしたらありえない。医療者みんな、訪韓さんとかもみんな誰もが回復するわけないと思っていて、今このように回復してるんですね。だから、今この起こってる現状がそもそもお医者さんも説明が難しいことみたいなんです。何が難しいかって言ったら、予測が立てれない。そもそももう亡くなると思ってた人が生きてて、しかも画像とか見たらまだ骨はこんな風に穴だらけでひどい状態なのにもかかわらず、そう見えないぐらい元気に今過ごしてるっていうことから、もうすでにありえないことが起こってるから、お医者さんもこれをもう説明する名前がないなんか説明する状態がない。もうほんま難しい。そうやから私もお医者さんでさえそんな感じやから、私も説明がめっちゃ難しいです。とにかく、そんな状態は大前提として、私の体の状態に対してのよくあるご質問お答えします。はい。今ステージで言うと、私は乳がんステージ4です。ちゃんと乳がんのステージ4の定義があって、内臓とか骨に転移がある人はステージ4なんですね。で、私はもうさっき言ったように余命宣告時、約3年前にも全身骨転移で転移してるから、もうそれが今どうなってようがそうなった時点でステージ4です。転移した場所は、まず骨、約3年前の余命宣告時はこんな感じ。で、今、こんな感じ。ちょっと、骨ができてきた。でもまだ穴だらけ、ひびだらけやけど、骨密度を増していて、この時、余命宣告時はもう寝たきり。一歩も歩けなかったし、自分で体をずらすこともできなかったけど、今はおかげさまで元気に歩けてるし、もう普通の生活を送れています。で、皮下腫瘍。皮下腫瘍はもう写真とかもない。ただもう余命宣告時に全身いろんなところにもうしこりとか、頭はあるな。頭この写真。そう。今もある、これは。その大きさはでもひどくなってない。けどあるのはある。から、そう。今こんな感じであるんですね。この皮下腫瘍も何個あったとか、いちいち画像でいろいろ細かく残ってないのは、やっぱ余命宣告時がもう、今日明日の命が危ないっていう状態だったから、そんなここに皮下腫瘍どうのこうのとか言ってるどころじゃなかったんですね。そもそも生きるか死ぬかの時に、もう癌を抑えるのが先決だから、ここに腫瘍があるから取ろうとかそんな話もならなかったっていう感じです。だから私もその時にそんなに探したり自らしてなかったんです。もうどうせあったってどうしようもないし探すこともしなかったし、それがどうとかも気にしてる暇もなかったから、もう正直わかんないけど、明らかにあったこの辺とかのしこりがドンって出てんのとかはほぼなくなってたりとかしてるかなと思います。だから増えてはいないはい。で、寒天医。これは、寒天医は途中で分かった。
あったっていうこと。これもこの動画で詳しく話してるので、気になる方は見ていただけたらなと思うけど、この鑑定員はあれから撮ってないんで、画像をちょっと今わかんないけど、鑑定員の残像残りはまだあるかもしれない状態です。でも大きくなってない。余命宣告時よりかは明らかにちっちゃくなってるだろうっていうこと。はい。で、肺転移はもうないです。これは目に見えるもの範囲ではないって言われてます。もう CT にも映んない。エコーにも映んない。から、肺転移は消滅した。で、鼻先乳がんのところは、ひどい時はこんな感じ。で、今はこれ。だいぶ、最近ちょっとお見せしてなかったから久々やけど、また変わってる。もうどんどん皮膚ができていて、またひどくなるようなことにはなっていないから、皮膚の厚さが増して、このポチョってあったやつとかもちっちゃくなったりとか、引き続きしてます。はい。痛みは全くない。余命宣告時は10だったら、今は0。癌による痛みは一切ない。これほんま感謝。一時余命宣告時は痛みで寝れてなかったりとか、本当にそれこそ医療用麻薬、この動画でも話した医療麻薬を飲んで痛みをコントロールしてたけど、今はもう全くゼロ。はい。これ末期がんなのっていうところ、答えは末期がんでもあり回復期でもあるって言われてます。なんでその末期がんでもあり回復期でもあるってこの2つなのって言ったら、そもそも末期がんの定義が明確じゃないみたいです。ステージみたいに。ここからここが末期ですとかがないらしくて、看護師さんに確認したところ、余命が半年ないかなっていう感じの人に対して末期って言ったりはするとも言われてるみたいやねんけど、じゃあここでじゃあ私余命半年なのかっていう話が出てくると思うねんけど、これね珍しいことみたいねんけど、まず画像上、例えばさっきの CT の骨のところとか、今までのこの体の状態を数字とか画像上で見た時って、半年後どうなってるかわからないって言われるんです。免疫治療の先生にもそれ言われたんです。免疫治療って回復してから始めた治療やから、今の私のこの経緯を知らないし、今どんな風に生活してるか知らない先生が、この私の骨の状態だったりとかの写真だったり画像上を見た時には、もう綱渡りの状態で、半年後生きてるか死んでるか分かんないってはっきり言われるんです。だからある意味余命半年とも言える状態なんですね、画像上は。でもずっと私を見てる看護師さんだったり、主治医の先生からしたら、今めっちゃ元気、さっき言ったように痛みもないし普通に生活できてるし、どんどん回復していってるですよね。転移してるとこもちっちゃくなってたりとかで、これが画像と本人の生活状態にめっちゃギャップがあるらしいです、医療者の人から見たら。で、今の私の生活状態を知ってる医療者の人は回復期って言えるって言うんです。でも診断上私の骨の状態からとかそういうので言ったら末期ってつけれるから、一応末期ってついてるんです。なんでかって言ったら、その方が訪問看護師さんとか利用しやすいし、それが嘘ではないから末期っていうのが、だから末期って診断ついてるんです。ただこの状態は回復期とも言えるっていう、もうほんま難しいめっちゃこれありがたいことやねんけど、この先私がどうなっていくかが本当に未知数って言われます、医療者の方たちには。で、これはなんでかって言ったら、私みたいな状態で回復していく人見たことないからわかんないんですって。もうこれは清家先生も言う。ここまで骨が穴だらけになって骨転移に前進した人が回復していくの見たことないから、もう正直どうなるかわかんないってだから本当に私の状態を見ながら先生もそこについてってくれてるっていうか、そこに合わせて治療している。はい。だから治療中は治療中です。なんでかって言ったら、お医者さんは最悪の事態をちゃんと見て、それを防ぐのがお医者さんの仕事でもあるから、やっぱり画像上とかで見たら私はまだまだ危ないところがいっぱいある状態だから治療はしている。で、実際ちょっとちっちゃい斑点が残ってたりとか、腫瘍マーカーの変動もあったりするから、がんを薬で抑えているっていう考えのもとに治療はしています。この動画で話したように TS1 に最近変わったとこ。ただ、今私は生活状態見てたら、どんどん回復していて痛みもないし、目に見えるひどくなってるところはないから、暴れているようながんはいないだろうって言われている。
かるかな。だからね、一言ね、もう治ったんですとか、がんはいないんですとか言えたらめっちゃいいんですけど、私もわかりやすいし。けど、もうわかんないんですって。だからそれわかんないのに嘘つけないから、私も曖昧な言い方になって、多分見てくださってる中で、結局みーぼぼさんどうなんって思われるんかなって思うんですよね。はい。だから一言で言うと、もう末期でもあり回復期でもある。で、がんは抑えれてるだろう。けど、ほんま薬なくしてもいけるのかもしれないし、でも薬で抑えてるのかもわかんないから、薬は続けて、腫瘍マーカーとかももっと安定して骨もできたりとかするまでは治療は続くと思われます。でも、薬をやめたい主治医に伝えてるし、主治医もそれは分かってくれていて、ゆくゆく薬をやめていくって目標のもと、主治医の先生と一緒に頑張っています。はい。で、私はもちろんがん根治を目指してます。これはお医者さんたちにはありえないって言われてるけど、私はありえると思ってやってます。っていうのが、ほんと正直な今のこの状態の話でした。このお話聞いても多分ややこしくてって思われる方は、よかったらコメントでご質問ください。またそれお答えしたいなって思います。気になるとことかあったらぜひコメントお待ちしてます。では、そんな感じで、よかったらいいねボタンとチャンネル登録の応援よろしくお願いします。ではまた、みーぽぽでした。バイバーイ。末期がんでも行政のサポートを受けずに生活可能なのでしょうか。末期がんの私が受け入れたサポート、まず